皆さんこんにちは。ロンドンは7月なのに寒い日が続いております。そして最近イギリスでは物価が上がってますね。ということで今回はお役立ち動画ということでイギリスのローカルスーパーを比べてみました。どこのスーパーでどんなものが安いのか高いのかや、またお得な会員特典情報も最後にお話ししているので、イギリスでの物価のイメージをつかんだり、皆さんの生活のお役に立てれば嬉しいなと思います。まず最初にイギリスのマーケット事情を調べてみました。皆さんがよく行くであろうテスコやセインズベリーズは1位2位と並んでます。3位4位のアスダやモリソンズは実は私は行ったことがなくって、ロンドンの中でも車を使わないといけないところであったり、特定のエリアにしかなかったりします。5位のアルディは私はよく行きますが、ドイツ系のディスカウントスーパーです。今回の動画の中では私が調査に行ける範囲内にあるスーパーということで、この6つのスーパーを調べてみました。店舗数や会員特典の有無、お肉屋さん、お魚屋さんの有無は事実ですが、価格帯やコメントに関しては私が調査する前に抱いていた勝手なイメージを書いてみました。私の中で M&S やウェイトローズは高級スーパーなのでたまに行くぐらい、コープは究極に困った時に行くレベル、セインズベリーやテスコ、アルディあたりを一番よく行きます。この動画内の調査は1から4の前提で行っていますので、こんな感じかぐらいのゆるい気持ちで見ていただけると助かります。まずは庶民の味方テスコから行ってみます。入り口付近には軽食コーナーがあります。そしてお寿司もあります。今回はロンドンの中心部にある中くらいの規模の大きさのテスコに来てます。動画の後半でもお話しするのですが、テスコではこのクラブカードというものを持っていると対象の商品が割引になります。ロンドンの中心部にある小さめの規模のテスコでもこういった生活雑貨も取り揃えてあるのでとても便利です。お次はコープにやってきました。個人的にはコープはテスコよりもコンビニ感が強めなイメージがあって、全体的にちょっと割高な印象があります。ただこういう生活雑貨類もある程度揃っているので緊急時には便利です。おそらく誰かにつまみ食いされたであろうぶどう。やっぱりお野菜類の種類は少ないかな。お肉は鶏、豚であれば最低限は揃いそうです。こういった日持ちしそうなコーヒーや紅茶、お菓子類は充実してます。お次は高級スーパー M&S です。ここの店舗は大きめなので服や生活雑貨も売ってます。個人的に M&S の一番好きなところはこんな感じでロンドンのお土産に適しているようなお菓子類がたくさん置いてあることです。しかも結構リーズナブル。食べ終わった後も家に飾っておけるような容器が可愛いですね。お花コーナーも広くってお野菜も本当に品揃えが多いです。このグースベリーっていうやつ調理用って書いてるけどどうやって調理するんだろう。お寿司コーナーがあったので見てみます。ロンドンではお寿司かなり人気みたいで、こういったスーパーにもお寿司コーナーがあるところ多いですね。餃子とか焼き鳥もあって美味しそう。お値段はだいたい10ポンド前後するのでちょっと高級めです。比較すべきかわからないけどさっきのコープとの品揃えの差がすごい。デリみたいな感じでこういうおかずやサラダとかを買える場所もあっていいですね。私一番びっくりしたのが M&S は高いイメージしかなかったけど意外と肉安いですね。サーモンコーナーに来てみましたが、サーモンだけでも味付きのものや燻製のものとかも置いてあって、こういった凝ったものを M&S はたくさん置いてます。お魚もサバやスズキ、あとはカレーとかも揃っているので品揃えは本当にいいです。デザートコーナーにはイギリスのデザートのスティッキートフィープディングとか他にも美味しそうなものいっぱいあって、この巨大トライフルもめちゃめちゃ美味しそう。
けどこれはめちゃめちゃ罪深いですね。冷凍食品も充実してて、お魚の切り身やシーフードミックスとかが一番 M&S が多い印象があります。 M&S はプライベートブランドの商品もあるので、パッケージが可愛かったりお値段も結構お安いものも揃えてあります。牛肉味のポテトとか生ハム味のポテトとかトリュフ味のポテト、全部美味しそうです。次はちょっと庶民に戻ります。セインズベリーです。今回はロンドンの中心部に近いけど規模がかなり大きいセインズベリーに来ました。なので食品以外のコーナーが充実してます。おもちゃコーナーもありました。お子さん連れで来たらすごい楽しいと思います。バービーちゃんが半額近く値下げされてました。ロンドンのかなり中心部にあるセインズベリーはセインズベリーローカルといって規模が小さいものが多いんですが、ここはすごいです。サーモン売り場に来てみたら、ここも燻製サーモンとかいろんな種類が揃ってて楽しいです。ハラール専用売り場もありました。ここのセインズベリー初めて来たけどめっちゃいい。ピザもあるみたいです。カツカレーもいました。お寿司コーナーも偵察してみますが、安いもので 6,7 ポンドぐらい、高いもので10ポンドぐらいで結構美味しそうです。パンコーナーも広めで品揃え多そうです。生活用品で置いてあるものはテスコで置いてあるものに近いかもしれません。種類の多さは店舗の規模によりけりですね。普段こんな大きいスーパーに来ること少ないから、レノアにこんなに種類があるとは知らなかった。お酒コーナー充実してます。ワイン、ビール、何でも置いてます。このティッシュ結構柔らかくておすすめです。お次はアルディです。アルディはドイツ系のスーパーなので、テスコやセインズベリーとか他のスーパーと比べると置いてあるもののブランドは結構違いますね。アルディのベーカリーのクロワッサンも値上げしてた。最後はウェイトローズ。ウェイトローズは王室御用達のスーパーと言われているので格式は高いです。ハーブ系の品揃え多くて結構好き。イギリスのスーパーでも白菜は比較的見つけやすいです。エリンギ売ってるのはウェイトローズしか見たことがないかも。このキノコめっちゃおすすめです。ここのお寿司コーナーはキッチンと併設されてるみたい。こっちのお寿司は圧倒的にサーモン率が高いですね。価格帯はセインズベリーと M&S の間ぐらいでしょうか。ウェイトローズではこういった店員さんから直接買うスタイルのチーズ売り場やお肉売り場もあります。ラムチョップとかステーキ肉とか美味しそうですね。そしてお魚売り場もあります。こういったお魚売り場はだいたいグラム売りをしています。こっちのスーパーで生エビって結構貴重じゃないですか。ウェイトローズは種類が多いです。冷凍食品も充実してます。ここには貴重なアサヒの缶ビールも置いてます。ウェイトローズもプライベートブランドが豊富でお土産とかにいいです。イギリスでも日本食は人気なので、こういった日本食コーナーもあります。ポン酢とか照り焼きソース、お味噌、豆腐など揃ってます。テスコやセインズベリーと違って規模による品揃えの差もないのでいいですね。ちなみにこれめっちゃカビ落ちるのでおすすめです。ではここからはこの5つの項目で比較をしていきます。まず乳製品類はこんな感じで、アルディがやっぱり安かったです。だいたい7月半ばぐらいの為替1ポンド180円ぐらいで思っていただければと思います。乳製品はそんなに差がないけど、卵はやっぱり差が出ますね。続いてはお野菜です。コープは2店舗もあったけど両方ナスがありませんでした。野菜は種類によってスーパーごとにもやっぱ値段の差が出ますね。続きましては肉魚類。グラム単位を揃えるために若干計算を入れましたが、鶏ももはなんと M&S が一番安かったです。そして豚ミンチはイギリスはだいたい 5% のものが多いと思うんですが、ウェイトローズやセインズベリーズは違う脂肪分のものも置いてました。
今まであんまり脂肪分を気にしたことがなかったけど、脂肪分高い方が値段は安いんですね。あとこっちではボイルされたエビが主流で、生エビって意外と売ってないんですよね。果物に関してはバナナ1本あたりの値段はスーパーごとにそんなに差はありませんでしたが、種なしぶどうのパックの値段に関しては高いものと安いもので1ポンドぐらいの差が出ました。最後は消耗品です。消耗品は単価を比較するのが正しいのかよくわからなかったので、あったものをそのまま記載してます。アルディは他のスーパーと比べても置いてるブランドが違うくて、また全体的に生活用品の種類はあまり多くないのかなという印象でした。こうやって見るとイギリスの消耗品類は値段が高めです。私は最近ネットでまとめ買いするようになりました。全部の項目を通してみるとスーパーごとで高いもの安いものがそれぞれ違うので、使い分けるのが一番いいかもしれません。けどやっぱりアルディが安いのは間違いなさそうです。次に各スーパーの会員特典について調べてみたのでお伝えします。基本的にどのスーパーも入会費は無料に近いので、入った方が断然お得です。商品の会員割引があったりポイントが貯まるものが多いですが、特にウェイトローズの会員特典はお魚やお肉をカウンターで買うと 20% オフになる日があるので、これはとってもお得だと思います。アルディはもともとがディスカウントスーパーみたいな立ち位置だからか、会員特典というものは特になさそうでした。最後にこれは自分の美貌でもあるんですが、日本食を作る時に使う食材がどのスーパーに置いてるかをざっとまとめてみました。オクラはウェイトローズでしか私は見たことがないですが、中東系のスーパーでも安めに売ってます。またローカルスーパーに置いてるムーリという大根は日本のものに比べるとすごく細くてしんなりしてるので、日系の食材店に行くと日本直輸送のものも置いてあります。白菜はチャイニーズリーフとして置いてあるスーパーも最近は増えてます。最後にこの2種類のひき肉はイギリスのスーパーで探すのなかなか難しいですよね。牛豚の合いびき肉はアルディで1キロ単位で売ってるのを何度か見たことがあるので、ぜひチェックしてみてください。では今回の動画はこんな感じで、インフレと円安きついですが、皆さんで頑張って生き延びましょう。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければいいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画もお楽しみに。